こんにちは。4G 体験の使い方、やっていきます。今更 4G の武器解説をするこの企画、チャークに続いては、花形武器の体験となるよ。チャーク動画と同じこと言うけど、我々は TA 勢ではない。あくまで 4G を不自由なくプレイできる実力だよ。最高率を求めるプレイはしておりませんので、そこはご了承の上でご視聴ください。これでも G 級やギルクエ140で通用してるので、十分解説するに足る PS だとは思っています。ギルクエやるなら、まず優先される 4G 体験、その魅力も含めてお伝えしていこう。それじゃあ、最初に 4G 体験の特徴について、現在のモンハンシリーズをベースに評価してみよう。特に、ワールド以降とは感触がかなり違いますね。しっかり解説していきましょう。4G の体験はシンプルかつ最強。こう言って差し支えないと思います。最近と比べるとタックルや新タメがないね。そのため決め手に欠けるかと思いがちだが。ワールド以降はモーション値が新タメに集中してるんですよね。火力を出すなら新タメしなきゃいけない設計です。4G 体験はタメさえ当てれば火力が出ます。逆に考えることが少なくて済むんですよね。ベースのモーション値が恵まれてるって前提だけどね。いろいろ許されてた時代だったと言える。で、このシンプルな特性は環境とマッチしている。4ではモンス側の行動がかなり強化されたが、ちょこまかした動きは一撃重視の武器と合います。少ない隙にダメージを集中させたいですからね。4と 4G では相手についていけるかが重要。攻撃、ノウトウがベースの体験なら問題ありませんね。まとめると、攻防一体の万能武器って感じ。一番恵まれてるって言っていいかな。武器自体も強いし、環境も後押ししてるよ。まず習得しておきたい武器種だ。それじゃあ基本的な使い方を見ていこう。前述の通り、やるべきことはシンプルだ。ノウトウ状態で動いて、隙を見て抜刀切り。基本はこれです。隙に応じてタメを入れていくイメージですね。一発で手数武器に3発分のモーション値です。ヒット&アウェイで十分な火力。タメ段階が上がると、どんどん火力が上がるよ。体験の肝だね。タメについては次の章で個別に解説します。シンプルですが奥が深いですよ。この基本を支えるのが集中や抜刀術といったスキル。この2種が基本的に必須になります。抜刀後の隙を軽減するノウトウ術もかなり優先度が高い。攻防一体の非常に優秀なスキルだ。もちろん、巧みで最大ゲージが出るならこれも必須。集中とかと合わせて体験3種と呼んだりするね。4G はス紫の武器が強力なので2種で済んだりしますが、この辺は全部入れとく感じですね。とにかく、抜刀、ノウトウ周りを補強しましょう。スキルで劇的に使い勝手が変わりますよ。ちなみに、レンク C コンボは使う機会ないよ。言われなくても使わないと思うが。なぎ払い、切り上げを繰り返すコンボですね。モンハン老人でないと名前知らないと思いますが。これは、タメ切りが実装される前に使われていました。故障としてはラージャンよりも先輩です。定点コンボなら、横殴りから縦切りを繰り返そう。抜刀術は意味ないが強力だ。定点も強いんですよね、体験って。本当に万能武器ですわ。じゃあいよいよ、体験のメインと言える、タメ切りについて詳しく話していこう。大きく3種類のタメ攻撃があります。通常タメ、強タメ、そして強なぎですね。厳密には強なぎ自体にはタメ動作がないですが、強タメのタメ段階に応じて威力が変化します。強なぎはジャンプ攻撃からも出せるけど、こっちは低威力。動作の割に強いと思うけどね。体験は、タメ段階によって威力差がかなり大きい。モーション値の時点で結構変わるが。実は、内部では切れ味補正も大きくなっていきます。タメるほど威力が跳ね上がっていくんですね。通常タメさんの場合、縦切りの実質3倍の威力。どれだけ強力かがわかります。他の威力補正としては抜刀術と属性補正かな。抜刀切りに抜刀術が乗るのは当然として。属性の補正も結構強烈なものが入ってるんだ。強タメはここがモーション値以上に強いね。ただ、気にするのは物理面だけでいいです。属性補正はあってラッキーくらいのイメージ。つまりは、集中と抜刀術をつけて、タメ3を入れていきましょうってことです。体験で火力を出すなら、いかにタメ3を入れるか、これを常に意識していくことになるね。基本は攻撃やダウンの隙に入れていくんだが、なかなか素直に当てさせてくれないモンスも多い。相手によっては、非常に高度なことを要求されますね。振り向き狙いなんかはわかりやすいでしょうか。他にも、背面切りやら何やら色々な当て方があります。当たり判定を熟知してないとできないプレイですね。これはもう、モンスターによってまるで違うからね。TA 見て1体ずつ覚えるしかないよ。重要なのは狙いすぎないことだと思ってる。タメ2で抑えたり、時に狙い自体やめる判断も重要。一撃が重いと、外した時のリスクも重いですからね。まずは確実な隙だけ狙っていきましょう。
最低限の手数でもしっかり火力は出てくれます。下手な手数武器よりよっぽど。慣れない体験のがタイム早かったりするからね。恵まれた性能を存分に活かそう。あとはディレイの話もしておこうか。ダメを当てる際にかなり重要だからな。その名の通り、入力をわざと遅らせることを指します。ため動作や強投げのタイミング調整に使いますね。狙いたい部位が降りてくるまで待ったりできます。タメ3になる判定ギリギリを狙いましょう。タイミングはもう慣れるしかないね。ためすぎになっても外れるよりはマシさ。あとはひるみを狙いに行く時にも使う。ラーのダウン中なんかはわかりやすいか。転倒中は当然ひるみがスルーされちゃうので、起きた瞬間を狙いたいんですよね。これは極限の解除についても同じことが言えます。特定の行動中は解除されないので。狙ってディレイできると間違いなく一つ上手くなる。難しいが要練習だ。さあ、今度は納刀の話だ。当然抜刀の前には納刀が必要だぜ。これ、次の章に入れようかとも思ったんですが、相当重要なので個別に触れていきます。納刀には大きく分けて2つの方法があります。スティック入力ありと無視です。スティックを入れると、ちょっと移動しながら納刀できるよ。攻撃を避けるのに役立つね。ただ、納刀後の隙は実は入力なしの方が少ない。次の入力受付のタイミングが変わるんだよな。特に響くのが、ラージャンのダウン時の行動です。回避で追いかけて貯めるわけですが、その場のウトでないと間に合わないことが多いです。実は結構ギリギリなんですよね。対ラーで言うと、振り向きながらその場のウトウ、これも使えるようになりたいね。これは一瞬スティックを倒して方向転換しつつ、スティックなしの納刀をするものだ。その場のウトウでもほんの少し位置がずれますので、これでもため位置を調整できますよ。入力が少しシビアで、慣れるまで失敗しやすいです。こちらも要練習ですね。スティックの有無と方向転換の有無、全部で4種類の納刀が存在することになるね。実戦ではこれらを状況で使い分ける必要がある。大変だが避けては通れないぞ。抜刀するにはまず納刀が必要。これも抜刀タメさんを当てるため、頑張りましょう。お次、コンボやテクニックを見ていこう。火力の出し方にもう少し突っ込む感じね。まず、ベースの火力コンボがこちら。抜刀タメから強投げまでのセットになりますね。スタンや罠など大きな隙にはこれが入ることが多いです。短時間で最大火力を出していきましょう。フルだと間に合わないモンスも多いけどね。実は後半は使う機会少ないかも。スタン中などは抜刀タメを後ろに置くケースもある。オーガやブラキなどは代表例だな。はたまた、シャガルは抜刀をためなかったり、これも相手により使い分けるしかないですね。最低、タメ攻撃が2発分入れば悪くはないです。これだけでもモーション値300くらいありますから。それよりも、しっかり弱点に当てることが重要だね。一発犠牲にしてでも位置調整にこだわろう。参考資料として、該当モンスターの TA を見てみるといい。最適な火力の取り方がわかるぞ。TA は、チャンス時の教材としては理想的ですね。たまにシビアすぎて参考にできないですが。もう一つ覚えたいのが、キックからのためコンボ。実はこれでも強ために派生できます。強ためを最速で出す方法はキック指導だ。もちろん強投げまでつながる。これ、とっさの隙に火力を出したいとき、意外と重宝するコンボなんだよね。難点は、操作が若干難しいこと。離れたボタンの入力がいるんですよね。キックについては、ガードから出す方法がやりやすいです。キックでキャンセルできますよ。ガードボタンを押しながらキックするといいよ。その後、すぐスティック X を入力だ。その他、細かいテクもいくつかあります。横殴りによる風圧無視はよく使いますね。回避から出す横殴りはかなり使えるよ。前に出るからモンスターの攻撃避けたりできるし。SE で後スキを消すイメージだな。縁の下の力持ちな技だ。あとは、これも強ための出し方ですね。こちらは普通のなぎ払いからもつながります。派生は遅いですが、横回避からつながるのが魅力。細かい調整も意外に得意だったりしますよ。これらを駆使して、とにかくため切りを当てていこう。鈍重なイメージだが立ち回りは意外に繊細だ。ノウトウ状態が基本ですんで、そこら辺の武器よりよっぽど機動的だったりしますね。では続いてこちら、モンスターによる相性を見ていこう。単純な話、ため切りの機会が多ければ相性はいいです。後隙がはっきりしているタイプですね。これは特徴の章で解説したことと矛盾するようですが、後隙があって困る武器種はないですからね。ラージャンあたりはこの典型だね。大技や確定行動が多い。ラーはちょうどためが入るくらいの後隙が多いんだ。体験にとってコスパがいいって感じかな。見てからでも間に合う行動がほとんどですしね。練習用としても向いてます。その他、ひるみによりダウンが取れる相手も好相性です。特に頭ひるみで隙を作るタイプのモンスター。スタランポスやテオキシャはこのタイプだね。
攻撃によってさらに攻撃チャンスを生み出せるよ。これらは頭が弱点でもあるからダメージ効率もいい。モンスターによるがソロでもハメすら可能だ。一方で体験にも苦手なモンスターはおります。主に明確な物理弱点が少ない相手ですね。V 破壊や連動で多少ごまかせますが、手数武器担いだ方が色々と楽なことが多いです。幸いなことにギルクエにはあまりこのタイプはいない。体験の評価を下げる要素にはならないかな。ギルクエは全体的に物理がよく通りますからね。体験が選択されるわけです。では、ここで代表的な戦闘スタイルを見ていこう。まずは火力特化のパターンから。こちらの方針は至極単純。とにかくため切り単発の火力を高めていくことです。具体的にはラーチャンやイビルチョウ、その他、超大型などはこれでいいです。超大型は、抜刀術すら外して火力特化させることも、超絶火力の一撃がモンスターを襲うよ。必須スキル以外では、弱点特攻や挑戦者が選ばれる。どちらか選ぶなら基本は弱特だね。二つ目は抜刀術力を用いた方。大体は居合術で抜刀力をつけることになるでしょう。こちらは、切断の抜刀攻撃に気絶と元気を付与。ハンマー涙目のスキルとなっております。頭が弱点で、隙が少ない相手に使いたいね。スタンで無理やりためコンボのチャンスを作れるぞ。実は、ピーキーなようで持ちたい相手は非常に多い。おそらく火力特化より担ぐ機会は多いんじゃないかな。いわゆる、右ラーのお供には全般的に有効です。大体ギルクエでは体験がスタンを取っていますよ。なお、スタンが有効でも頭ひるみでダウンするモンスは火力特化の運用が向いています。そもそも、このスタイルはチャンスを作るためのものだからね。火力を上げればチャンスにつながるならそれでいい。ただし、モンスターになれないとかなら担ぐのもありだよ。スタンなら抜刀を繰り返してれば OK だからね。火力にこだわり、倒せないんじゃ本末転倒ですしね。この辺は柔軟に行きましょう。それじゃあ、最後に武器選びについて話していこう。強いとされる武器の傾向ね。ための解説で話した通りで、とにかく一撃の重さが重要。単発の物理火力を追い求めるのが基本です。切れ味に関しては、最大の色で20は欲しいと言われます。10だとさすがの体験でもすぐ落ちます。まあ、20でもぶっちゃけ足りんけどね。あればあるだけいいよ。これを加味して選ばれる生産がこの辺。まあ、一面って感じだよね。汎用のログレギ、紫30と竜がいるならブラミラ。基本はこの2本で事足ります。稀にマジオス体験が使われてるのは見ます。紫10ですが、睡眠で多少カバーが可能。発掘武器にも触れておこう。体験は生産が優秀だから、合格ラインが高いぞ。1584スムラのスロ1、そして属性付き。これが当チャンネルの考える採用ラインです。1536の東証つまりはワンチャンありそうですが、正直ブラミラでよくねって思います。我々、1488スムラの睡眠を持ってるんだよね。睡眠だしログレに超えるかと期待したんだが。結果、睡眠を加味してもログレにでよかった。やっぱり切れ味修復が体験に有利すぎる。最高の1728なら白中でも採用余地があります。抜刀攻撃なら白でもログレギの紫を超えますよ。視覚的にはスムラじゃないダメージでかいけどね。地味に弾かれて困ることもあるし。我々も1回だけスムラ詐欺をマルチでかましましたね。虚しくてすぐやめましたが。というわけで以上、体験の使い方解説でした。4G 体験は強くて楽しい仕上がり、あらゆる面で優遇されています。特にエンドコンテンツをプレイする場合、タイラーの最適武器として避けることは難しいでしょう。ラー以外の複数トーク絵にもそつなく対応できるからね。効率求めるならまず着手するべきだと思うな。しかし、一方で使いこなすにはかなり時間がかかる。ためを安定させるには、まず観察が必要だ。モンスごとの隙の勉強に状況判断、体験の操作以外にも様々な技術が要求されますね。使うだけなら簡単だが、使いこなすのは難しい。どこかで見ましたがこれが真理だと思います。その分、うまく使えた時の快感といったら、個人的にはナンバーワンの武器種だと思うな。火力があるので、すぐタイムに反映されますからね。ため切りパターンが安定した時の喜びといったら。まずはラージャンから始めて、少しずつ対応範囲を広げていきましょうね。我々も人事ではないけどね。もっと上手くならんと。さて、じゃあそろそろ締めようか。チャークに続いて、プレイ動画を最後に置いているよ。よろしければそちらもご覧くださいませ。それでは、ご視聴ありがとうございました。ほいじゃ、次の動画で。またね。